ポカピカメッセージ。こんにちは。私は案内人のポカピカ仙人です。仙人、私ね、若者宣言っていう手紙を見つけたの。おどんな宣言なのかな。若者に将来の大事なことを訴えてるみたいなの。そりゃぜひ聞いてみたいね。若者宣言。私の兄弟姉妹へ。面白半分で軽率に性行為をする若者が国の将来を不安にする原因になっているのを考えたことがありますか？一人の若者が人生はどう生きるかということと国の行く末とは連動していると思いませんか？社会問題は数えきれないほどあります。でもこうなったのは社会のせいだ、大人のせいだといくら分析しても自分自身が悟らなければ良くなりません。社会の責任はいずれ私たちのところに来ます。もし私たちが軽薄なまま軽薄な親になったら自分で自分の首を絞めているようなものです。自分がしたことの結果に責任を持つことができない軽薄な人間を生み増やしてしまうのではないですか？そうしたら私たちの本心が願っているのと逆の世界になってしまうでしょう。だから私たちは自分の精神的な成長に責任を持たなければならないのではないですか？ブラザーズキーパーとしてお互いが人格的な成長を助け合わないといけないのではないですか？ブラザーズキーパーってどういう意味かわかる？ゴールキーパーならわかるけど。近いね。兄弟姉妹を守るんだ。つまり良くない方向に行きそうな兄弟姉妹に見て見ぬふりをしないってことだ。なるほど。でもそれってかなり勇気がいるわ。愛するってそもそも勇気がいるんだよ。そうか。じゃあ続きを見てみよう。周りの大人は性をよく知ってこそよく扱えるのだというのです。異性に関心のいく思春期をいいことに機能を説明するためを装って生殖器を見せ、表面的な興味を刺激して性欲を満たすことを強調し、コンドームをつけてやってねと付け加え、けれど性の深い意味は教えない。そんな性教育を学校でしています。この性教育を作った人たちは若者たちの未来や世界がどうなっていくことを期待しているのでしょうか。生殖器はその時を楽しむためのおもちゃなのですか？男女がペアになることは人生のちょっとした飾りですか？そうなったら私たちが願う本当の愛はどこにあるのでしょう。この類の性教育を受けたら自分の誕生を神聖なものとして感じるでしょうか。結婚し子供を正しく育てていくことに熱意を持てるでしょうか。私たち若者を見くびらないでください。他の人もあなたたちと同じような軽薄な性意識でいると思わないでください。いびつな教育が正当な教育のような顔をしてまかり通っています。快楽と繁殖を別々にしているのは人間だけです。魚も鳥も生き物は皆性の喜びの先に自分の分身を生み育てるという命の根源的な喜びがあるのを知っています。聞こえのいい平等の名のもとにこの尊厳な男女の役割を貶めるような教育ならば、どのような機関から来るものであっても教師や親ははっきりと拒否する勇気を示してください。たとえそのために職を失ったとしても、仲間外れになったとしても、後の歴史に責められるよりいいと思いませんか？
何も考えずにただ傾向に流されていっては危ない時代なんだね。何が正しくて何が正しくないかはっきり知らないといけないってことなのね。そうだね。いつも良心のアンテナをピーンと張って理性の花でかき分けるんだ。それじゃあ続きを見てみよ私たちにとって父母とは何ですか？父母にとって私たちとは何ですか？父母も子供を選んでいません。子供も父母を選んでいません。けれど子供は父母のもとに生まれてきます。離れようにも離れられない親子の絆を作り出します。なぜ犠牲も厭わないような深い愛が親子の間に生まれるのでしょうか。それは私たちの預かり知らない領域と思いませんか？私の、あなたの、みんなの誕生にかけられた期待が何であるかを謙虚になって知らないといけないのではないでしょうか。生を軽んじることは自分を軽んじるのと同じです。それは良心を軽んじるのと同じです。自分のルーツ、神様をバカにしているのと同じです。私たちは共通のルーツを持っていると思いませんか？私たちは神様の息子、娘として創造されたという共通のアイデンティティを持っているでしょう。私たちは物理的な存在であるだけではなく、親の神様がそうであるように霊的な存在です。それを忘れないでください。私たち人間は神様の大きな期待がかけられて誕生していることを忘れないでください。神様の期待がどんなものかちゃんと知っているでしょうか？学ばないといけないと思いませんか？でもそれは何かの宗教に入ることを意味しません。神様の創造の動機を知って私はどう生きるかが大切なのです。神様の願いを自分の願いとして生きることが大切なのです。命の尊さ、誠の愛、真理、義、善、全部神様から来ます。私たちが神様の願いを汲んで自分の行動の礎にしてこそ理想の自分、理想の世界ができるのではないでしょうか。正しく生きるという文化が家庭の中から作られていかないといけないね。そうなったら自然に正しく生きるようになるよね。それにはみんなが神様が何のために私たちを創造したかという願いを知っていないといけないね。そこで真理という情報がすごく助けになるんだよ。そして一人一人が神様の理想を実現するために生きる。それはね、男性、女性2人で家庭を作っていくことにあるんだよ。その過程を通して善の子供が幾世代も続いて善の社会を作っていくんだ。結婚子育てにそんな深い願いがあったんだ。そうなんだね。ではこれからも大切なメッセージを伝えていくよ。チャンネル登録とグッド評価よろしくね。また会いましょう。バイバイ。さよなら。ハスタルエ